こんにちは。東京中野にある中野中華菜オーナーの宮田俊介です。今日はご家庭で簡単にできる水餃子の作り方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、まず使っていく材料ですね。こちら豚ひき肉 300g です。お肉屋さんでなるべく脂の多いひき肉を選んでいただければと思います。バラのひき肉、豚バラ肉のひき肉があればそれがベストです。はい、でこちらが薬味、ネギのみじん切りと生姜の、みじん切り、あとはニラの小口切りですね。あと調味料、片栗粉、塩、ごま油、お酒、ラオチュですね。日本酒でも大丈夫です。あとお醤油になります。でこちらが、皮の材料ですね。強力粉 100g、薄力粉が 100g、 あと塩が 2g とお水ですね。普通の水道水が 110g になります。ではまず、皮を練っていきます。ボウルと乾いた布巾で拭いてもらった乾いたボウルと、あとざるですね。こちらに、先ほどの測って薄力粉、また強力粉を入れて、まずざるでふるいます。ざるでふるうことによって粉のダマをなくすことができますので、一度こしていただけるとより丁寧な仕事かなと思います。でこちらに塩、1つまみ 2g ですね、入れます。でこちらに水が 110g、 もうダーッと入れちゃってください。でまずですね、手をこう指を立てた状態で全体にこう水を粉と混ぜ合わせる。すると粉と水が合わさってもろもろになってきますので、まず粉に全体に水分を含ませる。でこれぐらい、塊になってきましたら、あとはこれをまとめていく作業に入ります。ここはしっかり練ってください。グルテンをしっかり、小麦粉を練ることによってコシのある水餃子の生地になります。この手のひらのこの付け根のあたりを使ってしっかりここで押し込むようにしっかりまとまりました。でもまだ表面がボコボコですね。でこの状態で一度濡れ布巾をかぶせて5分ほど寝かせます。はい、では生地を寝かしている間に、あんを練っていきます。でこちら、豚バラひき肉ですね。先ほど説明した 300g 入ってます。でこちらに、分量のお塩、お醤油ですね。こちらお酒、今日、紹興酒ラオチュ使ってますけども、別に日本酒でも大丈夫です。あと胡椒を入れて練っていきます。最初液体が入った時は混ぜにくいので、先ほどの生地と一緒ですね。指を立てていただいて、それで肉に調味料を吸わせていきます。すると、肉の繊維が潰れて、こういうふうにこう下にまとわりついたりとか、あとちょっと肉が白っぽくなります。さらにもうちょっと混ぜます。
すると、さっきまで表面に浮いてた水分が肉の中に入り込んで、こうちょっとマットな質感になります。はい、であとこう混ぜた時にこう繊維がこう一緒についてくるような、こういう感じですね。こうなったら大丈夫です。この生地はこのあんこはそんなに練らなくてもいいあんなので、これぐらいで大丈夫ですね。ここに薬味、ネギと生姜、あとニラですね、ごま油、片栗粉で、これらを入れてからは、あまり強く練ってしまうとネギやニラが潰れてこう水が出てきてしまいますので、最後は優しくまとめる程度で大丈夫です。はい、こちらであんの完成になります。はい、で、先ほど練った生地ですね、5分寝かしたものです。でこちらを寝かしてもう1回練っていきます。で、1回寝かしてもう一度練った状態ですね。さっきよりも表面が綺麗になっていると思うんですけども、まだちょっともうちょっと、寝かしたいので、これで一度練ってからもう一度布巾をかぶせてもう5分寝かせます。はい、でさらに5分寝かせた生地ですね、こちらでをさらにもう1回練ります。練ると表面がつるんとした綺麗な状態になります。こうなったらもう使えますので、柔らかさもこれぐらいですね。ちょっと押して戻ってくる感じ、張りのある感じですね。でこちらをじゃあ生地を分割して、水餃子を作っていきたいと思います。麺台、テーブルでもいい、綺麗に拭いていただいたテーブルでも大丈夫なんですけども、まず麺台に出していただいて、生地を棒状に伸ばします。この時にこの手のひらでこうぐるこう回転させるんじゃなくて、こう行ったり来たりで外側にこう逆ハの字にこう持っていくと綺麗に棒状になります。こんな感じですね。ちょっと長さがあれなのでちょっと半分に切ります。はい、で棒状になりました。で棒状になったらですね、両サイドがちょっと形がいびつなので、両サイドをこうやってならしてあげます。でならしてあげることによってまっすぐな棒になります。でお好みの大きさに切っていただいていいんですけども、だいたいうちの場合は水餃子の皮と、具が、同じ重さでやりますんで、ただ今日は、12g でやっていきたいと思います。だいたい誤差 1g ぐらいです。こちらに分割した生地があります。でこの時になるべく、さっきカットする時に包丁を使ったんですけども、後で丸く伸ばしますんで、この時になるべく断面が丸に近い方が綺麗な丸に伸ばしやすくなるので、できれば包丁とかで生地をカットしていただいた方が後々の操作がやりやすいかと思います。で麺台の上側にまず打ち粉ですね、引いていただいて、その上に生地を並べていきます。でそしたらその上からさらに薄くですね打ち粉を打ちます。
はい、では生地を伸ばしていきます。先ほど丸く切っていただいたもの、ちょっと形がいびつでしたらここで指でくるくるくるっと回してきれいな丸にしていただきます。で、手のひらの真ん中、ちょうど真ん中ですね、真ん中でまっすぐ押します。するとこういう小判型ではないな、こういうメダル型の生地になります。綿棒の使い方ですね。綿棒は手を山形にして、で手はこうまっすぐ動かすだけです。上下に、はい、これだけです。でいきます。生地の上半分を持っていただいてまっすぐ綿棒を押します。押す時に力を入れて引く時に力を抜きます。結構皮を伸ばすというのでみんな引く時に力を入れがちなんですけど、逆です。前につく時に力を入れていって真ん中ぐらいまで生地の真ん中ぐらいまで綿棒を押してあげます。で力を抜いて下げていく。で少し生地を回してまたまっすぐつく、また回して、これの繰り返しです。はい、するとこういう感じで伸びますので、ちょっと早めに1回やってみますね。1回潰します。で生地を持って今力をつく時に入れてます。こういう感じ、真ん中が少し分厚くなる感じですね。早くやるとこんな感じです。もう一度ゆっくりやります。打ち粉を薄くつけてまっすぐつく時で真ん中まで来たら力を抜いてそのまま戻してくる感じですね。最初に一番力を入れて真ん中に近づくにつれて徐々に力を抜く。でそのまま力を抜いたまま下ろしてくる。これの繰り返しです。で生地はその時に戻してきた時にちょっと回す。反時計回りですね。はい、こんな感じで真ん中が少し分厚くできました。でこの時なるべく同じ大きさになるようにしてください。こちら先ほど練って、冷蔵庫で冷やしておいたあんこです。今から、包んでいきます。一番簡単な包み方を、まず左手に皮をのせるんですけど、中指だけちょっと落としてもらって、こういう形ですね。こういう形、ここに生地をのせます。こんな感じで。僕はアンベラ使いますけども、ご家庭でやるときは別にスプーンとかあとテーブルナイフでも大丈夫です。なんかやりやすい道具でやっていただければ。であんをすくって真ん中にのせます。だいたいトータルの目安が 24g 前後で、はい、ではこの端をつまんでまず半分に折ります。でひだを閉じちゃいます。はい、半折りで、もちろんここでしっかり留めていただいて、この状態で湯がいてもらっても構わないんですけども、もうちょっと形を作りたいな。人差し指を鍵状にこの餃子の縁に合わせます。でこう持って親指をこう合わせます。親指の先をここからで、ここでしっかりあんの入ってない皮
皮だけ合わせたところをここでギュッとやると、ちょっとただ半分に折っただけじゃない感じでひだがついて、ちょっとおしゃれな感じになります。人差し指に乗せていただいて、親指でギュッと締めるだけ。割と代表的な水餃子の握り方ですね。ギュッ締めるだけです。もちろん半分に折っただけでも別にご家庭で食べる分には大丈夫です。では水餃子を湯がいていきたいと思います。水餃子湯がくとき必ず、たっぷりの沸いたお湯の中に水餃子を入れていきます。はい、では入れていきます。で入れたらそこに張り付く時があるので、一回優しく混ぜてあげてください。浮いてきたら火が通った目安にはなるんですけど、こう入れてすぐ混ぜないと下に張り付いて、こういつまでたっても浮いてこない、火が通っても浮いてこない可能性が時があるので、必ず入れたらすぐに1回混ぜてあげる。で、餃子を入れるとグツグツ沸かす必要がないので、本当に優しくコポコポ湯がいてあげる感じですね。あんまりこうグツグツこう対流するような感じで沸かしちゃうと、餃子同士がぶつかってこう生地が破れたりとかしちゃうんで、なるべくこう優しく湯がいてあげてください。で今餃子が浮いてきたんですけども、鍋の中で浮いてきたんですけども、浮いてきてからまたさらに、2分ぐらいですね、ボイルしていただければ完全に火は通っていると思いますので。はい、で、水餃子が湯がき上がったようなので、このまま器にすくっていきます。はい、でこちらで、水餃子の完成になります。冷凍保存もできますので、お子様たちと一緒にたくさん作ってみてください。